皆さんこんにちは。あかね的日本語キッチンへようこそ。今日は初めて私が料理をしているところを皆さんにお見せしたいと思います。料理に関する日本語やキッチングッズに関する日本語が出てくると思うので、気になる人はぜひ見てみてください。あと最初に言っておきたいのが、私はプロの料理人ではありません。今回紹介するのは家で作っているものなので、料理が上手だから、料理ができるから紹介するというような動画ではないので、そのところを理解してください。で、あとここはね、今 Airbnb に泊まっています。千葉県の Airbnb に泊まって撮影をしています。多分もうその時の動画は出ていると思うので、気になる人はぜひ見てください。で、今日はですね、まず米を炊きます。あとは豚肉とじゃがいもの味噌炒め、ズッキーニとしめじの炒め物、あと、ごまだれ冷ややっこを作りたいと思います。では早速米を炊きたいと思います。今日は米を1合炊きたいと思います。この1つのカップが1合です。で、米は今日自分の家から持ってきました。はい、これが1合です。で、これに入れます。これなんて言うんだっけ？ざる、そう。今一瞬忘れた。ざるに入れて、はい。米を水で洗うんですけど、それを米を研ぐと言います。米を研ぎます。水で米を洗うことを米を研ぐと言います。じゃあ研ぎます。はい、研ぎ終わりました。研ぎ終わったので水を入れます。じゃあ炊飯器にセットします。今米をセットしました。で、白米なので、メニューから白米を選びます。はい、白米を選んだので炊飯スタートを押します。はい、これで始まりました。次にぶなしめじとズッキーニの炒め物を作るんですけど、まずは、切ります。これがぶなしめじで、これがズッキーニです。で、ぶなしめじのここの部分のことを石突きと言います。石突きを切ります。で、切ったらほぐします。今ズッキーニを洗ってキッチンペーパーで拭きました。ズッキーニを切ります。あ、忘れてた。皆さん、私これ紹介したっけ？日本語でわかりますか？これは包丁。じゃあこれはまな板です。まな板。じゃあズッキーニを切ります。まあ全然適当に切ります。食べやすい大きさで全然大丈夫です。何ミリでもいいです。好きな大きさで。でもちょっと早く作りたいので、ちょっと薄く切ってます。はい、こんな感じで切り終わったので炒めます。フライパンで炒めます。フライパンはあれです。さっきごま油を買ってきました。ごま油じゃなくてもいいです。ただちょうどあったのでごま油にします。じゃあ炒めます。私はいつもズッキーニから炒めます。どっちでもいいと思うんですけど、ズッキーニの方が火が通りにくそうなので、そっちから先に炒めます。これが炒める。ちょっと火の様子を見ながら、じゃがいもと豚肉の味噌炒めを作る時のちょっとじゃがいもの皮を剥いていきたいと思います。じゃがいもは2個使います。まずは洗います。これはピーラーです。ピーラー。じゃがいもの皮を剥いたり、人参の皮を剥いたりする時に使います。
でこういう芽がありますよね。芽はちゃんと取ります。このピーラーのここにねちょうど剥けるとこがあるので、これを使って取ります。じゃあしめじを入れます。これは料理酒です。料理酒をちょっと入れます。次に醤油を入れます。本当に適当です。薄い味が好きだったらちょっとでいいと思います。できました。できたのでお皿に盛ります。あ、すごい綺麗。ありがとうございます。今友達がじゃがいもの皮を剥くのを手伝ってくれてます。完成しました。ズッキーニとしめじの炒め物です。じゃがいもの皮を剥きました。じゃがいもを切って、これは私が家から持ってきたんですけど、シリコンスチーマーです。これに入れてレンジで温めます。結構薄めにした方が火が通りやすいので、私は結構薄くいつも切ってます。はい、切り終わったのでスチーマーに入れてレンジで温めます。だいたいそうですね、700ワット、500ワットでいいかな。500ワットでとりあえず3分ぐらい温めます。これは豚肉の細切れですね。もう切れてるものなのですぐに使えるんですけど、友達があんまり油が好きじゃないということなので、ちょっと油抜きをしたいと思います。これを一回茹でます。今まだ水なんですけど、お湯になるまで待ちます。じゃあ次は豚肉とじゃがいもの味噌炒めの味噌のタレを作っていきたいと思います。ちょっと大さじとか小さじのスプーンがなかったので普通のスプーンを使います。これが味噌です。味噌はだいたいスプーンで1杯ぐらいです。このぐらいです。でみりんと酒を、スプーン1杯ずつ入れます。で砂糖を使ってもいいし、私は黒糖が好きなので黒糖を使ってるので、この黒糖生姜パウダーを大さじ1ぐらい入れます。適当です。適当。そんなに甘くなりすぎないので大丈夫だと思います。で入れたら、混ぜます。はい、タレができました。で、お湯が沸騰したので、豚肉を入れて油抜きをします。じゃあ豚肉を入れて茹でます。もうすぐに火が通ります。でこれをやると油もちょっと抜けるので、油っぽいものがあんまり好きじゃない人はおすすめです。あとお肉が結構柔らかくなります。さっきレンジで3分ぐらい温めたんですけど全然足りなくてそれからまた3分と追加しました。500ワットで3分ずつ追加してやっとね火が通ったので、じゃがいもと豚肉を炒めます。よいしょ。じゃあじゃがいもを炒めます。ごま油ってやっぱりいいよねごま油の香りが私は結構好きです。別に全然ごま油じゃなくてもオリーブオイルとかでも別に何でも大丈夫です。ご飯が炊けたので見てみましょう。これは何でしょう。これはしゃもじです。しゃもじ開けます。どうかな。あ、大丈夫ですね。ちゃんと炊けてますね。よかった。よいしょ。大丈夫そうです。ちょっとほぐします。さっき茹でた豚肉を一緒に炒めます。
さっき作った味噌だれを入れてまた炒めます。なんか味が濃かったらもうちょっとみりんとかお酒を入れればいいと思います。なんか何回も作っていくうちに調節しながらやっていったらいいと思います。できました。お皿に盛ります。よいしょ。でこの小ネギを上にのせます。はい、これで完成です。最後にごまだれの冷ややっこを作りたいと思うんですけど、冷ややっこっていうのは冷たい豆腐の料理のことです。で今回はこちらの絹を使います。豆腐には木綿と絹があります。でごまだれの冷ややっこは作るっていうかただ乗せていくだけです。タレをかけて乗せるだけなんですけど、これですね、この金のごまをまずかけます。こんな感じでかけます。まあ足りなかったらね、また後でかければいいです。でそこにですね、この、辛そうで辛くない少し辛いラー油っていうのがあって、でこれ私好きで本当によく食べてるんです。これ案件とかじゃないですよ。私に料理の案件は来ないので、これニンニクが入ってるんですね。なのですごく食べ応えがあって美味しいです。そのまま豆腐にかけてもいいですし、結構料理でも使えます。で最後にネギをかけます。この刻みネギは本当に便利ですね。ネギの量は好きなだけかけてください。はい、ごまだれの冷ややっこができました。じゃあご飯をよそいます。どんぐらい食べます？並盛りで。並盛り、まあおかわりできるので、はい、じゃあとりあえずどうぞ。はい、完成しました。冷ややっことズッキーニとしめじの炒め物、あと豚肉とじゃがいもの味噌炒めです。であと米ご飯です。じゃあいただきます。じゃあまずは冷ややっこから食べます。こんな感じです。結構豆腐がもっちりしてる。ごまだれが本当に美味しい。美味しい。あ、本当よかった。優しい。美味しい。めっちゃ美味しい。あ、本当。なんか担々麺みたいな感じだよね。辛すぎず。よかった。いい。でも自分で作った料理って正直よくわかんないんですよね。やっぱり他の人が美味しいって言ってくれたら、あ、よかったって思うけど、自分で作ると正直まあ普通だなって思いますね。今日は初めて YouTube の動画で私が料理をしている場面を皆さんにお見せしました。多分ちょっと皆さん料理がね上手な人もたくさんいると思うので、なんかあかねさん大丈夫かなって思った人もいるかもしれないんですけど、家で食べてる料理を皆さんに紹介しながら、料理で使う日本語とキッチングッズ、台所用品も紹介したいなと思って今日やってみました。どうでしたか？ちなみに皆さんは自炊しますか？自炊は自分で料理をすることです。私は1週間に5日は自炊してると思います。皆さんもどのくらい自炊してるかぜひコメントで教えてください。別に自炊しなきゃいけないっていうわけじゃないですよ。外で食べに行く人も多いと思うんですけど、日本語の練習として自炊してますとか自炊してませんとか、ぜひコメントに書いてみてください。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバイってだけありがとう。
見てください。友達が書いてくれました。あかね的料理教室。私は教えられるほど料理は上手じゃないんですけどさっき動画撮影してたので友達が書いてくれました